iPhone の文字入力って結局どれがおすすめ？ iPhone 標準のテンキー、昔ながらのパソコン配列、個人的にお気に入りのしめじ。一番いいのは実はこれ、音声入力。昔の音声入力って結構精度が悪いものが多かったんだけど、最近の iPhone は AI も使っているのか、音声入力の精度がめちゃめちゃいい。しかも句読点とかも自動で入れてくれるので、もう文字を打つ必要なくて声で入力するのが一番おすすめっていう感じで、今音声入力したんだけど一言も間違いなく音声入力できました。自分で打ってるのと同じような感じでしっかりと句読点も入れてくれるし、不自然な感じがないのでかなりおすすめで、音声入力に関しても設定があって、 iPhone の設定をタップして一般、真ん中の方にあるキーボードをタップして下にスクロールして音声入力を有効にするを有効にする、この自動句読点っていうのをオフにすることによってこんな感じで自動的に句読点が入ることをなくしてくれます。なのでこんな感じで後で句読点入れたいとか、普段句読点を使わないっていう人は句読点なしにするのがおすすめです。でこれ開業とかどうするのかというと、実は開業といえば開業してくれます。実際に試してみます。開業、今日の晩ご飯はカレーです。開業、明日は何食べるか迷ってます。丸、記号ももちろん入れられます。開業、今日は寿司食べたい。びっくりマーク。開業、明日は寿司にしようかな。はてなとか、あと実は絵文字も入れられて、笑っている絵文字、こんな感じで絵文字とか入れることなんかもできます。長文打つとね、句読点がないと分かりづらいので、個人的にはこの自動句読点をオンにするのがおすすめです。そして iPhone の文字入力のいいところは、手打ちと音声入力のハイブリッド入力ができる点。例えばこんな感じで音声で入力しながら、音声入力だとちょっと認識しづらいような例えばをしながら、普段は食べてますみたいな感じでハイブリッド入力できるのがめちゃめちゃ便利です。これ Android だとできません。ただ電車とかで声出せないよっていう時は、僕はしめじを使って入力しています。なんでしめじ使ってるのかというと、まずキーボード小さくできるので片手で操作もしやすいし、このボタンを横にスライドすることによってカーソルの移動もできます。であとはとにかく絵文字にアクセスしやすいので、こういう点もしめじ気に入って愛用してます。顔文字もいろいろ出てくるのがいいですね。であと豆知識としては、この純正のキーボードアプリ、これ実は空白の部分を長押しすることによってこんな感じでマウスカーソルみたいに移動することもできます。ただちょっと押して待たないといけないので、そこだけ欠点。僕はすぐにカーソル移動できるしめじ、そして純正だと×ボタンを長押しして文字を消すしかないのが、しめじだとこの×を左にフリックすることで文章単位で消してくれるので、そういった点もしめじのお気に入りポイント。 iPhone 持ってて音声入力してない人はぜひ音声入力試してみて